ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのポルシェ911スピードスターを紹介したいと思います。今日ドライブしているのは1987年に911カブリオレからスピードスターへと構造変更された911スピードスターのデザインスタディプロトタイプで、この車は911スピードスターの開発を担った後、フランクフルトモーターショーに展示されたヒストリーを持っています。去年ドイツのフランクフルトでこの車をテストドライブしているんですけど、今日はこうして日本のナンバープレートも装着されたんで、バインディングでのインプレッションをお届けしたいと思います。プロトタイプなんですけど、量産型のスピードスターとの違いは、トランスミッションがポルシェシンクロなことと、あとちょっと驚きなんですけど、ウェイトが100キロぐらいライトウェイトなんです。ですからアイドリングでクラッチミートをしてスタートした時に、その車の動き出し方が本当にナローポルシェそのものっていう感覚で、とっても気持ちいいんですね。スポーツカーはライトウェイトに勝るものはないと思っているんですけど、1989年以降、どのメーカーのスポーツカーもどんどん重量が増えていってしまって、確かに毎年性能は向上していってるんですけれど、その分ね、一発の性能は確かにすごい速さなんですけど、でもじゃあ運転してね、本当に気持ちいいのか楽しいのかっていうと、そこはまたちょっと別物で、当然ウェイトが増えた分ハイパワーになって、その幸せは全部実はタイヤに依存する形になってしまっているんです。なので例えば耐久レースのようなシチュエーションで走った時に、当然タイヤが垂れてくればペースダウンせざるを得なくなって、コントロールも難しくなりますよね。でそのあたりね、今の車って全部ドライバーの運転補助デバイスが装着されていて、ブレーキには高性能な ABS、 そしてステアリングももちろんパワーステアリングなんですけど、電子制御までされるようになって、そしてトラクションは当然トラクションコントロールがついて、さらにポルシェなんかはトルクベクタリングまで採用するようになっていますから、本当に車がね、何でもやってくれるっていう、そういう時代になっちゃったんですね。でそういった最新型の車と比較すると、この今日運転している911スピードスターはほぼね、何もついてないんですよね。ものすごくシンプル。ステアリングもノンパワーですし、アクセルもワイヤーでつながっていて、そして当然ブレーキもノン ABS だし、そういう意味ではドライバーの腕が本当に試される一台になっています。だからこそ車をね、自分の思い通りコントロールできた時に、それは本当に嬉しいんですよね。ですからスポーツドライビングの醍醐味を味わいたかったら、この辺りの年式の車をおすすめしています。911のオープンモデルはどちらかというとラグジュアリーな傾向に売られていると思っている方が多いと思うんですけど、もとも
もとポルシェがスピードスターを作ったのは356の時代で、クーペボディよりもライトウェイトで、さらにいろんなね装備も簡素化して軽量化することで、ものすごく運動性能が高いスポーツカーになったんです。ですからスピードスターを選択するドライバーっていうのは、本当にポルシェでスポーツドライビングを堪能するためだけにチョイスしたっていうね、そういうヒストリーがありますので、この930スピードスターもその初代356スピードスターのそういった意味では継承している1台で、当然ドライバー補助デバイスがないだけでもかなりライトウェイトなんですけど、できるだけ快適装備も削ぎ落としてスポーツドライビングに集中できるような、そんな1台に仕立てられています。ですからフォローももちろん電動ではないし、手動式でちょっとコツが必要なんですけど、フォローを開けたり閉めたりするのにはね。だけどそういった快適さ全部取り去ってでもライトウェイトに仕立てるっていう、このやり方はスポーツカーの楽しさは何たるかっていうことを知っている開発陣が作った素晴らしい一台になっていると思います。それではね、今日この911スピードスターデザインスタディプロトタイプがどんなハンドリングでどんな表情を見せてくれるのか、少しペースアップしていってみましょう。始めたんですけど、アンダーステアもね、全く顔出せないですね。これはちょっとね、驚きですね。当然ね、ポルシェは RR ですから、後ろに重たいエンジンを積んでいるので、トラクションが抜群なんですけど、その分、こういったね、特に上り坂なんかは、より前が軽くなってしまって、アンダーステア傾向になるんですけども、ステアリングの初期応答からも全然アンダーが顔出せないですね。結構マネレーター低めなんで、かなりロールするコーナーリングの姿勢のあり方なんですけど、これがまたいい感じでね、タイヤに荷重がかかってくれて、それでこのなんだろう、ニュートラルなハンドリングに貢献してるのかもしれないですね。でもかなりのね、本当ハイペースで今コーナーをひらりひらりとねこなしていけちゃうんですけど、このフロントのノーズの張り方素晴らしいな。ブレーキはね、もちろん ABS がついてないんで、それなりに動力を必要とするタイプですけども、コントロール性はね、すごく高いですね。やっぱりね、こういった全てのバランスなんですよね。アクションもね、抜群ですよね。今度は下り坂でブレーキがなかなか負担が大きいんですけど、このコーナーの進入でね、上り
クイックなステアに変わっていて、速いわこれ。ライトウェイトなんでコーナーまでそんなに車速を落とさないのにクリアしていっちゃうんですね。こういうところがね、やっぱりこの年式までの911の醍醐味ですよね。タイトなヘアピンもね、簡単にいなしていってしまいますね。高速コーナーもやっぱり軽さですね。かなりのハイペースでコーナーをクリアすることができますね。やっぱり車重が軽いんでブレーキもそんなにガツンって踏んでないんですけれど、スッとねスピードが落ちてくれますね。これならね安心してワインディングを攻めることができますね。素晴らしい。リアに搭載されているエンジンはクーレイフラット6の SOHC で排気量が 3.2 リッターなんですけど、エンジンパワーも230馬力くらいしかなくて、でもね全然このぐらいのパワーで十分っていう感じですね。もちろんサーキット走るとかね、そんな状況ではもっとパワーが欲しくなりますけど、こうやってワインディングをね流したりストリートを走ったりする分には必要にして十分以上のパワーとトルクを持っていると思います。で結構ストローク量は多いトランスミッションなんですけど、ギアのね入り方や操作性はすごく高くて、やっぱり若干ね慣れは必要な部分はあるかもしれないですけど、とても難しいっていう感じではないですね。でこのノンパワーのステアリングがステアリングインフォメーションをこうドライバーにねきちっと伝えてくれる、こういったところがやっぱりこの930がね年々値段が高くなっていって人気が出ているっていう理由の一つかもしれないですね。僕ね個人的にはポルシェ911は1989年までかなって思ってるんですよね。それ以降のね、最新型のスピードスターや GT3 とかはとても楽しいんですけれど、やはり車が速すぎてしまってその分ね電子制御やタイヤに依存してしまうっていうところがあって、どうしても車の性能を出し切ってねドライバーが力でねじ伏せてこう車をね制御してあげるっていう、そういったドライビングの喜びにはほんとねちょこっとだけマイナスがあるんですよね。でもこのタイプ930だったらそういったねところも全てドライバーが仕事しなくちゃいけないんで、運転するのがこんなにね楽しいスポーツカーってなかなかないんじゃないかなって個人的には思います。で特にねこのスピードスターやっぱりライトウェイトなんで、それはねこうして攻めて走ってみてよく分かりましたけど、本当に素晴らしいハンドリングで
まあポルシェはね、いい車を作りますよね。さあ最後もう一回上りをちょっと攻めていってみましょうかね。じゃあ行きます。車速を落としきらずにコーナーをねクリアしているっていうね、これぞスポーツカーの醍醐味ですよね。集中しちゃってコメントが出なくなっちゃう。素晴らしい。ブレーキのタッチもこれだけ攻めてあげても全然変わらないんですね。ポルシェ。かけてのね走りも本当にオンザレールっていう感じですね。素晴らしい。下りのタイトコーナーも全くアンダースが出ないですね。ハイペースで結果的には走れちゃったんですけど、このデザインスタディプロトタイプの911スピードスターの持ってる実力っていうのは想像以上でした。またね、素晴らしい一台に出会えたことを神に感謝します。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回も楽しみに